こんにちは、ウニアトリエの加藤です。今日の動画ではガラスのペン先を使ったペンが絵を描くのにいかに適しているかっていうことについて少しお話ししていきたいと思います。皆さんはもうお使いでしょうか？私は長らく先端がカートリッジ式になっていて付け替えることができるタイプのガラスペンを学生時代から愛用しておりました。今回この動画を撮るにあたって近くの文房具屋さんでペン先だけじゃなくて柄の部分もガラスでできている筆記具というよりもちょっと工芸品的な、持ってて嬉しいというか楽しいというか、見た目も綺麗なこういった、全体がガラスでできているガラスペンっていうのも試しに購入してみました。つけペンって言われるインクにペン先をつけて文字を書く、そういったペンがあるわけですけれども、一般的には、こういった金属のペン先を使ったペンが多いと思うんですね。例えば、漫画を描かれる方だったら G ペンとか丸ペンとかそういった金属のペン先をインクにつけて、絵を描くっていうこと結構あると思うんですけれども、私は、絵画、アートにおいてはこのガラスペンが非常に優れているなぁと感じていて、その理由についてこれから述べていきたいと思うんですが、まず金属のペン先っていうのは、構造上向きがあるんですよね。つまりペン先っていうのは真ん中にスリット、切り込みが入っていて、でその部分からインクがこう紙に落ちる、そういった構造上手前に引くペン先を手前に引いて線を引いていく分にはペン先が開いてインクが出ていくんですけれども、ペン先を向こうへ向けてペン先を手前に引くんじゃなくて向こうへ向けて押していくような書き方をペン先の動かし方をしたときにインクが出にくい、もしくは紙に突き刺さるようなそういった、弊害というか、トラブルが、起きます。つまりペン先を下に向けて、曲線を書くにしてもこんな風にペン先が下へ向けて移動するように動かすしかないっていう制約があるんですね。でそれに対してこのガラスペンっていうのはの特徴としてどちら向きにもペン先を移動することができる。手前だけじゃなくて向こうへ向けて、手前だけじゃなくて、360度どちら向きにも線が引けるっていうのが私は絵を描くのにとても適していると考えています。実際に、金属のペン先を使って、絵を描くときに向こうに向かって先を向こうに向けて移動する、動かすことってほぼないと思うんですけれども、ガラスペンはそういった制約がないのでどちら向きにでも、縦横無尽に線が引けるっていうのが絵に非常に、合理的に合っていると思います。なぜガラスペンが絵を描くのに向いているのかっていうお話はその辺にしてちょっと描いてみたいと思います。用意したインクはウィンザー&ニュートンの青、これはコバルトブルーです。こんなちっちゃなインク瓶に入っていますが、ちょっと描いてみましょう。見えるかな。ガラスペンのいいところはね、今描いたように向きがどっち向きでも線が引けるんですね。ただ、あんまり力を入れるとやっぱり向こうへ向けて線を引くときには紙にこう食い込むような、引っかかるような感じがすると思うので、どうでしょう。今2種類の紙を用意して線を引いてみました。こちらはマーメイド紙、水彩紙のマーメイドという紙です。
それに対してこちらはもう少し滑らかな表面の凸凹のない紙を使っています。ガラスペンの特徴として向きにとらわれない、向こうに向けて、ペン先の向こうに向けて線を引くことが容易にできる。こっち向きですね。向こうへ向けて、手前はもちろんなんですけど、向こうへ向けて同じように、手前に引くときと同じように向こうに向けて線が引ける。これが、絵に向いている、適しているというふうに考える理由です。向こうです。先端に向けて、筆先に向けて線が滑らかに引けるというわけで、どんなものを描くときでも引くだけじゃなくて押し付けるような、向こうへ向かうときにも滑らかな線が引けます。で、最近はこうやって軸もガラスのペン先と本体が一体になったガラスペンが多いと思うんですが、あんまりこれキュッと力入れるとこの部分結構脆い、弱いので先が折れちゃうこと結構あると思うんですね。なので、ペン先だけじゃなくてペン軸のこの重みを利用して滑らせるように線を引いていくと長く楽しめると思います。今日はなぜガラスペンが絵を描くのに向いているのかについてお話をしました。これからガラスペンの使い方や描き方についてご紹介していきたいと思いますので、興味のある方はチャンネル登録をしてこれからの動画をお待ちください。今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。